パーツ代だけで下部を再カスタムできるならシートを良さげなのにするってことで純正シートからカスタムシートに変更したらちょっとだけ長いシートがリアキャリアというか荷台に当たるんでどうするか悩まされた現在ただ働き中のニタカです。シートを切るか荷台を切るか、当然荷台を切ります。てかサクッと切り落とします。一応ニタカが考案した自作カスタムシートはどうですかって聞いてみたんだけど返事はノー。既製品のクオリティが欲しいとさ。あたしゃ悲しいよ。カスタムするならデザイン的に荷台はいらないって考える人も多いし、実際オリジナルカスタムの下部には荷台がないのも多いけど、下部の特性を生かすならあった方がいい。というかオーナーがいるって言うんならそりゃ残します。普通にね。それに下部の特徴といえばリッター50を超える燃費にバイクとは思えない積載量が魅力なわけですから、その魅力を残しつつカスタムしたいといったオーナーに拍手したいね。バイクの特性を生かすっていうのは大切ですし。ちなみに余談だけど、もし自分用のカバをカスタムするなら私も荷台を残してそれなりにでかい箱を備え付けにします。やっぱりね、ママチャリみたいに足を上げなくて乗り降りできるのが下部なんで、その特性を生かした使い方をしたいかなーってどうしても思っちゃいますね。それに下部なら大きい荷物を積んでても許されるというか、それが普通というか、見かけても違和感を感じない唯一のバイクだと思うんで。動画をちょっと戻しますが、改めて見ても荷台が汚い。別に汚れてるってわけじゃなくて、ところどころ塗装が剥がれてるのが汚く見える原因ですね。というかのぺーとした大きな平面で塗装が剥がれちゃってるもんだから、どうしても汚く見えてしまうんです。塗装のノリが悪いかというとそんなことはなくて、爪でカリカリやっても全然剥がれないんだけど、荷台なんで重い荷物、それこそビールケースとか硬いものを乗せて擦れちゃうと塗装が負けて剥がれてしまいます。そういった感じで使ってるとこれみたいに塗装が剥がれた荷台になるんですが、そうならないようメーカーはメッキ加工をしてます。この荷台も塗装を剥いでメッキまで戻して使うっていうのも手なんだけど、周りにメッキパーツがないのにポツンとメッキパーツがあるのはさすがに不格好に見えるんで、今回も塗装します。ただ普通に塗装しても同じことの繰り返しになるんで、より耐久性のあるチッピング塗装を施したいなと思います。と言っても専用の道具は持ってないんでスプレー缶を使うんですが、一応はチッピング塗装なんで衝撃や擦り傷にも強いはず。どのぐらいチッピング塗装としての強度が再現されているかは知らんけど、まずはグラインダーで切った切断面を慣らしておかないと危険なんで、鉄やすりで削ります。気にしてもしょうがないとはいえ、一応水平になるように仮切りしての作業です。あとはパイプの内側と外側のバリも取っておきます。綺麗な丸パイプじゃないからリーマーとか使えないんで棒やすりで削ります。適当にやってもバリが取れれば問題ないです。引っかかるような感じがなくなれば怪我することもないし、細かいのは塗装の膜でわからなくなりますしね。そしたら塗装を剥がすため卓上のホイールブラシで削っていきます。結構手間がかかる作業なので早送り。塗装が取れるのって作業してても楽しいんで、見てるのも楽しいんではないかとカメラが邪魔になる途中までお届けします。塗装を剥がすなら剥離剤使えばって言われそうだけど、あれって繰り返し使えるわけじゃないのに結構いいお値段するので、持ってるけど使えません。本当に手が届きそうにないところだったら使うんだけど、道具でどうにかなるところに剥離剤使うのはもったいなくてできません。あと前回の動画で荷台の外枠が密閉されてて外気に触れてないって言ってたけど、普通に裏側に穴開いてましたわ。5、6個ぐらい。いやー、黒く塗装されてたからわからんかったわーって言って言い訳しときます。そうこうしてるうちに外フレームは磨き終わりました。集合部分や細かいところは撮影外でやっておきます。全体を磨き終えるとこんな感じです。ちっと粉がついてて動画だとあまり綺麗に見えないかもしれないけど、中古の荷台にしてはかなり状態がいいです。このまま普通に使ってもいいぐらいなんですが、やっぱりメッキが今回のパーツには合わないんで、最初に一点にチッピング塗装をします。まずは密着プライマーを吹いて塗料のノリを良くします。特に今回は下地がメッキなんで、こいつの役割は重要です。塗料がつかないってことはないけど、メッキ自体が硬くて下地作りができないんで、メッキ面に塗装を密着させるのは難しくなります。そのためにホイールブラシで磨いたり、粗めのヤスリをかけたりはしてるんだけど、どのぐらい塗料を密着させることができるかはこやつにかかってます。
メッキを剥げばって言われそうだけど、ホンダみたいな有名メーカーの下請けが手掛けたメッキって簡単には剥がれません。それこそサンポールとかキッチンハイターの酸性の液体にドブ漬けしても剥がれません。メッキの下が鉄っていうのもあるけど、現実はそんなに簡単ではないんでやりません。というかできません。そしてチッピングブラック。どこのメーカーがいいなんて知らないんで、安くて使用者の多い1年ケミカルズにしました。フォルツと迷ったんですが、値段が倍ぐらい違うんで、さすがにね。とはいえ同じチッピングだし、衝撃や擦り傷にも強いんで、荷台には適してるんじゃないかと期待してます。その後でさらにシャシーブラックの油性を吹いて、油性特有の粘りで塗装面などもろもろガードしてもらって耐久性を上げておきます。チッピングブラックと変わらない気もするんで、吹かなくてもいいんだけど、経験則で気持ち塗装が強くなるような気がするんで試してみます。あとチッピング特有の凹凸を滑らかにすることができるかもしれないですしね。といった感じでこの3つのスプレーを使って今回は荷台を塗ってみます。どのぐらい耐久性があるかわからないけど、塗装が乗りにくいメッキの上からだということを忘れずに。塗り終えました。チッピングブラックを塗った後とか細かく撮影しておけばよかったんだけど、納車までの期日が迫ってたんで、シャシーブラックを塗り終えた完成品になります。結構テカテカとツヤがある黒に仕上がってるけど、これはシャシーブラックによるテカリですね。購入したチッピングブラックは2度塗りして乾燥させた感じだと、ややツヤ消しブラックに近い感じでした。最近はツヤ消しの方が人気あるし、好まれる色味だとは思うけど、今回はツヤありブラックのパーツも多いんで、荷台にツヤが出せてよかったと思います。つまりはツヤ消しが欲しければチッピングブラックだけ吹けばいいし、ちょっとしたツヤが欲しければシャシブラックを上塗りすることでツヤっぽい感じを出せるってことですね。そしたらマスキングを剥いで取り付けます。間にワッシャーが入るんでサクサクっと簡単ってわけにはいかないけど、うまいことやって取り付けます。連日の雨で納車後数日経ってからの撮影になるんですが、荷台はいい感じですね。太陽の光があるとツヤありパーツだし、チッピングによる凹凸の雰囲気も自分的に好みです。触ると強い塗装になってるなーって感じがします。多分だけど。凹凸も爪が当たるほどデコボコしないし、デザイン的にもいいし、こんなにいい感じになるんだったらプラスチックパーツ、テールとかヘッドライトに使うのもありかもしれませんね。他とは違うって感じの雰囲気が出て安物感なくなるし、プラスチック特有の傷、プラ傷がつくこともなくなるんで。でもなんかへこみというか擦れた跡ありますね。ロープがはわす時に焼けたのかな。ロープって素早く動かすと手の皮を焼き切るぐらいに熱持ちますからね。それで塗装が焼けて擦れた感じになってるのかな。所詮は塗装なんで熱には弱いけどもよ。まだ塗装して1週間も経ってないし、ずっと雨だったんで、こういうカラッとした天気が数日続いてからロープをはわしてほしかったなと。そしたらもうちょっと違ったとは思うんだけど、もう遅いね。チッピングブラックにどのぐらい耐久性があるとかわかんないですが、今回のバイクは友達のなんで、今後の経過は動画のコメント欄に書き込みます。もし似たようなことをする場合はコメント欄を確認することをお勧めします。もちろんより良いアイデア、ダメだよみたいなコメントも受け付けてますんでよろしくです。ということで完成車の一部、後ろ側だけを見せて今回は終わりにしたいと思います。ではでは、ニタカでした。またね。